古き良きのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、こちらのレッドウィング919ラインマンが主役になります。はい、このレッドウィングのラインマンブーツですね、品番が919になります。で、このブーツはですね、レッドウィングのシリーズの中でもですね、いわゆる、ワークブーツなんですけども、配線ですね、電線とかのですね、作業員が、愛用したというふうなところから、このラインですね、配線っていう単語からラインマンという形で呼ばれている一足ですね。で、この919のですね、ラインマンシリーズの先代にですね、677とかですね、650とかですね、そういったですね、古いモデルが存在しますね。で、それはですね、この、ハイトがですね、さらにこうもっと高かったりとかですね、当時ですね、この、電線っていうのは、いわゆるこう感電とかですね、電気が通ってる高圧電線がありますので、それに、足が接触したりですね、するときに、感電とかそういった安全性をですね、高い次元で、実現しないといけないとですね、こうレザーの、アッパーをですね、こう強靭にしたりとかですね、ソールをしっかりとね、丈夫に作ったり、こうハイトを高くしてですね、ふくらはぎとか膝の部分を守ったりとかしてました。で、そういったので、そのシリーズラインマンっていう形でですね、派生をして、で、この個体はですね、だいたい90年代ぐらいなんですけど、919という品番で展開してた中の一足ですね。で、特徴を、紹介しますとですね、まずね、一つ言えるのが、このグリーンソールになりますね。はい。珍しいですよね。レッドウィングでもクレープソールとか白かったりするんですけど、ラグソール黒ですよね。で、このラインマンシリーズっていうのは、このような形でグリーンの、ソール、エンドソールになってます。はい。で、素材としてはオイルレジスタンスのコルクのグリーンソールになりますね。はい。で、初代の677とか650とかもこのグリーンが採用されて、他にもですね、モデルのグリーンソールのモデルあるんですけどね。非常にマイナーなモデルで、また手に入れたらですね、ご紹介したいなと思うんですけどね。そういったものも存在してます。はい。で、もう一つですね、すごく特徴的なのが、この919はですね、このアッパーの部分、フロントの半分のアッパーの部分がですね、こう、外バネのこの、レザーかぶせからさらに上に、こう、フロントにかけてですね、もう一重重なってかぶせられてます。ダブルのですね、層になってますね、レザーが。で、1枚でもですね、すごく、当時のレザーなんで、分厚いんですけど、2枚重ねられてですね、よりですね、足先を、保護するような形でですね、なってます。で、スチールは、このモデルは入ってないですね。レザーがしっかりとこう保護するような形でなってます。スチールっていうのは、カップとかね、そういったもの軽い、樹脂製のカップは多分入ってるとは思うんですけど、いわゆる PT がつくですね、83とか91とかの、ソールじゃない、カップはですね、スチールカップは入ってないような感じですね。はい。で、このハイトがですね、これが高いというのもあります。このホールもですね、途中からですね、フックになって、しっかりとですね、縛り上げることができます。私自身はですね、これ単車乗るときに主に、結構愛用してるんですけど、半分ぐらいまでしか締め上げないですね。上まで上げてると
大変なんで、まあこう足首ぐらいまで、使って締め上げて、まあでもしっかりとね、きつく締めて履いてます。そうすることで足にすごくフィットしたブーツになってきてるんですね。なのでこういった結構分厚いしっかりとした革のブーツは初めちょっと痛いんですけど、しっかりとこうなんですかね、縛り上げて履いていただくとすごく自分の足に合ったブーツになっていくと思います。はい。であとはですね、この特徴としてはですね、この90年代の、前半ぐらい、この個体はですね、ここに刻印があるんですけど、92って書いてますね、刻印が。92年ですね。でこの90年代前半のこのブラッククロームレザーっていうのはですね、すごくですね、革の質が私個人的にも一般的にもですね評価されてると思います。でまず銀面がですねすごくしっかりとなめされてて硬くてですねツヤがあります。で、もう一つですね、このレザーのですねこの芯の部分ですねがですね、現代はですねもう黒かったら真っ黒に染まったりしてるんですけど、芯の部分がですねまだ、茶色い、原皮がですね残っててですね、でその上の表皮の部分、銀面のところでこう黒くですね染まってるんですけど、それがですねこう銀面がこう擦れることで、原皮のですね層の部分のブラウンとかが出てきてですね、すごく貫禄のあるエイジングを見せてくれます。はい。その辺はですね、このヴィンテージという、ヴィンテージと言えるかあれなんですけども、ヴィンテージ90年代とかですね、ぐらいの初期っていうのが特にいいかなと思います。あまりですね、古くなると逆にまたね、その良さがちょっとなかったりするんですよね。だから90年代、半ばとか90年代前半から半ばぐらいまでにかけて、すごく、いいブラッククロームのレザーだと思いますね。はい。で、これがね、普段履いてる一足なんですけど、もう一足ね、ここにあったので、ちょっと倉庫から出してきました。これはですね、もうほとんど、保管品ですね。デッドストックに近いようなものです。はい。かといって、すごく汚れてるんで、砂ぼこりの中に入ってたんでしょうね。ずーっと保管されて。ですけど、このソールとかですね、こんな感じで、すごくですね、モールドっていうかね、パターンがしっかり残ってて、レッドウィングのね、全然すり減ってないですね。非常にいい状態なんですね。これはですね、サイズがですね、若干、サイズ自体は若干ハーフ大きいんですけど、ワイズがちょっとですね、C でナローなのかなっていうような答えですね。でも足しっかり入ります。若干ですね、ナローなので、ちょっと、初めきついなっていう感じなんでしょうけど、足入れしてみたらですね、履くうちに馴染むんだろうと思うんですけど、このブーツはディスプレイしてですね、ちょっと倉庫に飾ってますけど、やっぱりね、この辺の、ブーツ置くだけでもね、グリーンソールで雰囲気があって、魅力的なレッドウィングかなと思うんですよね。またこちらのですね、普段履いてるものが、履けなくなっちゃったらですね、履きたいなというふうに思うんですけどね。このブーツもですね、結構ね、エイジングは見ていただいたら分かるように結構してきてますね。足首の部分ですかね、銀面がこう擦れてちょっとブラウンになってきたりとか、トゥーの部分とかね、サイドとか、やはり可動域のレザーが動くようなところはですね、すごくシワが入っていい雰囲気になってきてるかなというふうに思いますね。はい。ソールがですね、結構やっぱりすり減ってますね。かかととか特にね、ミッドソールの部分もギリギリになってきちゃってるんですよね。はい。見てもらったら分かる。結構ね、山の中、バイクで走って、足ついてザーってね、砂のとこ行ったりするんで、どうしてもね、そういうの繰り返すと知らないうちにこんな感じになっちゃってますけどね。歩いてとかはね、あまり歩く外出の時はほとんど乗る時だけでね、履かないんですけど、ライディングの時にはね、すごく頼もしい一足ですね。
まあ合わせる服とかもですね、今回はボトムスをイギリス軍のベイカーの肩ポケにしたんですけど、まあこのグリーンがですね、ちょうどね、ちょっとこうパンツの色と合わせてちょっと意識してやってみたんですけどね。まあ普段はですね、まあ足元にこうボリュームがくるんで、まあシンプルにデニムとかですね、もうに T シャツとかシャツとか、あっさりしたもので、合わせたりとかですね。まあ結構夏でも結構好きで履いております。はい。まあ暑苦しいんですけどね、傍から見るとね。まあ個人的に好きなんで、まあ夏でも結構履きますよね。はい。まあこの919はですね、まあ90年代展開したんですけど、まあ国内でも流通量すごく少なくて、まあ見つけたらね、ぜひともまだ欲しいなというふうなぐらいの、なかなか出てこないブーツだと思いますね。で、まあこのグリーンっていうね、ソールの色っていうのがすごく特別で、まあ最近ね、なんか復刻が、まあレッドウィングで別注かな、何かリリースされてたと思うんですけど、まあこういうねグリーンのソールで、リソールできたらなと思いつつ、そんなことも考えたりしてね、おります。はい。まあこの辺りのですね、ボリュームのある、レッドウィングの、こう90年代のですねブラックロームのレザーのブーツはぜひですね、エイジングしがいのある一足だと思いますので、まああんまりこんな、ハードな結構ねボリュームのあるブーツはあまり今トレンドじゃないのかなっていうふうにも思うんですけど、まあ長く履けますしね、単車とか乗られる方はぜひですね、一足ちょっと育ててみてはいかがでしょうかという動画になります。はい。ご覧いただきましてありがとうございます。